自ら発毛のも発信なし、阿部です。今回はこちらのお客様の9年間の発毛経過をもとに、ミノキシジル内服薬の効果についてかなり詳しく解説します。はじめに、ミノキシジル内服薬の特徴、次にどんな人が効果的か、フィナステリドだけじゃダメなの？ 3、ミノキシジル内服薬の圧倒的発毛経過、ビフォーアフターをご紹介します。4番目に、服用中止のリバウンド脱毛のリスクについて解説します。5番目に AGA の X 接増毛はありかなしか。そして6番目、服用中止後のリベンジ発毛です。脱毛した後、どのようにしたらまた発毛させることができるのか解説します。最後はミノキシジルの効果がピークアウト限界を迎えた先の発毛、育毛について解説します。こちらの内容が全て詰まったお客様の9年間の発毛の奇跡になります。ミノキシジル内服薬を服用しようか迷っている方、または服用しているけども効果に満足できていない方、または服用中止のリバウンドで悩んでいる方、全ての方に参考にしていただける内容になります。ぜひ最後までご覧ください。まず、ミノキシジル内服薬そのものについて説明します。知ってるよという方は次のチャプターまでスキップしてくださいね。ミノキシジル内服薬ですが、男性は AGA 治療の内服薬としてフィナステリドと合わせて処方されることが多く、女性の薄毛治療においても発毛を促進するための内服薬として処方されています。歴史を遡ると1965年にアメリカで開発された高圧剤、血圧を下げる薬で、血管を構成する平滑筋という筋肉を緩ませることで血管を拡張させて血圧を下げる作用があります。これにより毛細血管まで血液が巡りやすくなって毛根に栄養が行き渡ることで全身の体毛が発毛しやすくなります。この多毛症の副作用を利用して薄毛治療薬として使用されるようになりました。ミノキシジル内服薬のメリットはこのずば抜けた高い発毛効果になりますね。しかし日本皮膚科学会が定める AGA 治療のガイドラインには推奨度 D 行うべきではないと分類されているんです。その理由は服用する量によってはこのような副作用が出る可能性があるからなんです。いずれも心臓の異常で顔のむくみや頻脈などの不整脈も実は心臓に負担がかかっているサインになります。国が認可してない薬ということは万が一健康被害が出たとしても国の救済措置は一切受けられず、医療費も全額負担になるなど自己責任の上で使用するということは理解しておかなければならない点です。服用する際は定期的に健康診断を積極的に受けるなど健康管理もしっかりやっていく必要がありますね。それではここからはミノキシジル内服薬について実際の症例写真を写しながら解説します。まずミノキシジル内服薬はやっぱり必要なのか、フィナステリドだけじゃダメなのかという問題です。シンプルにこの男性の場合はかなり頭皮が露出している重度の AGA なので、こういった場合はフィナステリド単体では見た目が変わるほどの薄毛改善の効果はかなり得られにくいです。こちら、このお客様は実際2024年に初めて当店にいらっしゃった時の問診票ですが、服用している薬のところにプロペシアと記入してあります。実はプロペシアを服用されていたんですね。プロペシアを服用しても薄毛の進行が止められなかったということになります。この事実からもやはり重度の AGA の場合はフィナステリドに合わせてミノキシジルも服用する、もしくは最低限外用薬を使用する必要があると言えると思います。次にミノキシジル内服薬の圧倒的発毛効果です。2014年に当店に発毛した4ヶ月のビフォーアフターがこちらです。わずか4ヶ月で別人レベルまで発毛できています。これはいくつかの薄毛治療と体質改善を同時に行った相乗効果なんです。こちらの AGA 治療ガイドラインの黄色丸をした治療です。フィナステリド服用、ミノキシジル外用薬、LED および低出力レーザー照射。こちらは有効とされる光の波長の650ナノメートルを含む人工の太陽光線治療を当店は行っております。さらにサロンでの成長因子導入、そしてミノキシジルの内服薬、なおかつ頭皮改善の施術、食事療法に生活習慣の改善と総力戦で行ったからこそこれだけの発毛効果を出すことができたんです。このお客様は実は4ヶ月で当店でがっちり発毛した直後パタッと施術に来なくなってしまったんです。
内服薬も外用薬も全て中止してしまったんです。油断をしてしまったんです。その当時、私もカウンセラーとして、まだ1年しかキャリアがない中で、私の伝え方もまずかったんだと思います。大いに反省しています。そして6年後の2022年、再び当店に相談にいらっしゃった時の写真がこちらです。薄毛に逆戻りしてしまっています。そしてよく見ると髪の根元にエクステ増毛の結び目がたくさんあったんです。お話を伺うと2014年12月に当店に発毛した後、やはり薄毛がリバウンドしてしまい、某クリニックでプロペシアと 10mm のミノキシジル内服薬の処方を受けて半年間服用したそうですが、最初と同じようには発毛しなかったそうです。2014年にはミノキシジルは 5mm でしたから 10mm に倍増して治療強度を高めたにもかかわらず効果は低かったようです。このようにミノキシジルのやり直しの場合は最初ほど発毛効果が出ないというのは事実としてあるんです。その後、飲み薬を個人輸入のフィナステリドと 10mm のミノキシジル内服薬に切り替えて1年間飲み続けましたが、思うように効果は出なかったようです。そして2022年の2月、今度はミノキシジル内服薬だけやめて7000本のエクステ増毛をしました。それがこの写真です。結び目が結構大きくて指に引っかかる状況でした。毎日エクステごと髪の毛が抜けるのが耐え難くなり、奥様の勧めで再び2022年7月18日に当店に相談にいらした流れになります。AGA はヘアサイクルが短くなってか細い状態になるので、そのか細って短い髪にエクステ増毛を結ぶというのはいかがなものなんでしょうか。この男性にはちょっと相性が良くなかったんじゃないかなと私は思いますね。そしてここからがリベンジ発毛の開始です。カウンセリングをした結果、お客様も納得の上でこちらの内容で施術をスタートすることにしました。まず個人輸入のフィナステリドは継続。それに加えてお客様の希望で 5mg のミノキシジル内服薬も個人輸入で服用を再開しました。外用薬はなしで様子見です。頭皮改善と成長因子導入の当店の施術を月3回ペースで4ヶ月12回実施する。成長因子配合の専用のシャンプー、チャージローション、育毛エッセンスを自宅で使用していただく。初期脱毛とエクステ増毛が抜けて、一時的に今より確実に髪が薄くなることを覚悟していただいた上で、4ヶ月間の発毛闘争を開始しました。初めて1ヶ月後の経過がこちらです。スタートが2022年7月18日、アフターが2022年8月13日です。施術3回で予想通りか、それ以上の初期脱毛が起きてかなり薄くなりました。しかしマイクロスコープで診察すると短い発毛が無数にあり、頭皮のむくみも改善しているので全く心配はいりません。さらにその20日後の9月4日には初期脱毛はピタッと止まり、短い発毛がさらに増えて黒々としてきました。順調です。さらに1ヶ月後、10月2日にはエクステ増毛をしていた時より頭皮の透けが改善しました。実質2ヶ月半でこのように発毛できて、お客様も奥様もやっぱり当店に相談してよかったですと言っていただくことができました。しかしつむじ見てください。まだかなり頭皮が目立つので一見落着とはいかないんです。まだ悩みは解決していないんです。ここからが進化を問われる領域で、丸く広がったつむじを埋めるのがかなり AGA 治療は難しいんです。前頭部の毛量はもう安定しているんですが、つむじ付近に関してはこの時点から何回も何回も初期脱毛を繰り返しながらじわりじわりと髪を太く育毛をしていく必要があるんです。発毛してきた B 君は A 君より長く成長して、 C 君は B 君より長く成長してから抜ける。こういったように地道に地道にヘアサイクルを少しずつ延長させて髪を伸ばしていくフェーズに入っていくんです。できれば同じ施術ペースであと半年以内につむじを改善したかったんですが、この時点で東京に転勤になってしまったんです。ここからは月1回の施術ペースになってしまったんです。しかしそれでも実際このように2022年10月2日から初期脱毛を2回繰り返しながら、2023年の11月26日にはかなり頭皮が目立たなくなりました。2014年からの経過を時系列で並べてみましょう。およそ9年間、まさに波乱万丈の発毛経過といっても過言ではない結果となりました。
最後に、ではどうやったらこのような劇的な AGA の改善ができるのか、この図がポイントになります。ミノキシジル内服薬の発毛効果を最大限に引き出すのも、リバウンド脱毛からのリベンジ発毛も、ピークアウトした髪を育毛するのも、この3つの要素、発毛、デトックス、育毛の成長因子、この3つを合わせていくことが大切になります。当店の施術では、病院のメソセラピーで使用されるのと同等の成長因子が5種類配合されています。興味のある方は当店の初回お試し体験コース、または公式 LINE からご相談ください。今回は9年間歴史が詰まった発毛症例を解説しました。ミノキシジル内服薬のことで悩んでいる方の少しでもの参考になれば嬉しいです。この動画が良かったと思った方はグッドボタンまたはチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今後も薄毛治療一緒に頑張っていきましょう。